こととか何でもいいんだけど、なんか一人で頑張ってる人ってすっごいかっこいいなって。はい。もう話したいことはいっぱい忙しい方がいいなと思って、なんか自分を怠けさせ、思い出した話したいことあったの。この前、インスタグラムのストーリーを見ていた時に、私の友達が20歳になりましたみたいなストーリー上げてて、この前19歳になったばっかりなのね。で今の4月で同じ学年でも20歳になる子が増えてきて、20歳ってさ、めっちゃ大人って感じしない？ 19、18は結構さ、子供感はあるんだけど、ハイライトやるね。子供感あるけど、20歳って言われて、みたいな。もう1年違うんだと思って、同じ学年でも1年違うんだと思って、20歳ってもうなんか社会人じゃないけど、大学生だったら社会人じゃないんだけど、20歳ってすごいなんか年上に感じて、びっくりしたし、私はもうなんかもう子供みたいな、まだ子供だよね、イエーイみたいな感じの考えていたけど、20歳って聞いたらすごい、20の重みがすごいズドンできて、なんかさ、私の子供の頃っていうかまあ、高校生とかわかんないけど、そのくらいの時ってさ、芸能人とか女優さんとか結構20何歳ですみたいな、大人みたいな感じのイメージあるじゃん。わかる？ 24 歳ですとか25歳ですって言われても、すごいなんかもう自分とはかけ離れた大人っていうイメージだったの。20歳って20代だけど、もう私その年なんだみたいな思った。もう自覚させられた。20みたいな、もう子供とか言ってらんないやんとか思って、びっくりしちゃった。なんか子供の頃っていうか、高校生ぐらいの頃はさ、20歳ってなったらお酒も解禁、タバコも解禁で、クラブとかも行けるし、バーとかも行けるし、できること増えるじゃん。すごい選挙18だけど増えるから、マジで大人になりたいってすごい思ってたけど、子供の頃のその純朴さ取り戻せないっていうか、子供の頃の良さを子供の頃にしといてよかったなって思う。私は別になんか非行少女とかじゃなくて、普通に一定の規則守ってきたタイプだからスカート短くしたりとかはしてたけど、しっかり小学校の時とかも外でなんかドッジボールとかしたり、天下ってわかる？天下知らない人いてさ、天下っていうのはなんか4つのフロアっていうか分かれてて、なんか一回自分の陣地でボールをバウンドさせて他の人にボールを渡すみたいな、ちょっとね説明がすっごい難しいんだけど、天下って遊びがすっごい大好きで、小学校の頃もマジで放課後毎日やってて、天下しようぜみたいな、男子とかと一緒に天下したりしてて、小学校の頃はそれなりの小学校なりの遊び、 3DS とかサッカーとかもそういうなんか外の遊びとかもやったし、ゲームとかもやったのね。中学生になったらなんだろう、中学生はもう外で遊んだかもしれない。外で鬼ごっことかしたりとか、その頃はスマホ持ってたけど、学校でスマホ NG だからスマホ持ってなくて、iPad とかも全然なかったのね。普通に紙でやらされてたから、紙でやって中学生なりの遊び方をしてたのね。で高校生になって、高校生はちょっと大人、高校生はスマホも増えてきたからスマホやったりとかして、でも学生っぽい感じだと思う。普通になんか放課後夕日とか見たりとか放課後なんか制服ディズニーみたいなこともやったし、結構 JK みたいな感じにしてたけど、なんか最近さ、もう小学生とか中学生とかでも iPad 支給されて、なんかデジタル授業みたいなこともあるし、普通にさ、なんか初めにスマホ持たせる年齢がどっかのなんかどこで見たか忘れちゃったんだけど、どっかのデータで初めにスマホ持たせる年齢小学1歳とか書いてあって、みたいな。私さ小1とかキッズ携帯だったの。なんかもうずっと小学生の頃スマホとか持ってなくて、ずっとキッズ携帯でやってて、しかもガラケーでもないし子供用スマホでもなくて、なんかこのくらいの本当にありえない携帯を持ってたのね。結構ずっと恥ずかしくて、なんかみたいな感じで持ってて、なんか一回その携帯が防犯ブザーがついてるの。防犯ブザーみたいなの間違えてアスレチック公園みたいなところで外しちゃって、もうアスレチック公園全体、もうキッズいっぱいいる中でもう外しちゃって、泣きながら父のところに行くみたいな事件も発生したぐらいトラウマなんだけど、
防犯ブザーとかがあったり、もうカメラもない、カメラとかも多分 3DS で撮ってた。この前 3DS でさ、私の小3ぐらいの自撮りとか出てきた。本当にやめてとか思ってそういうのもあったし、ガールズコレクションとか知ってる？最近 TikTok でなんか流行ってて、ガールズコレクションだっけ？ガールズモード、なんかおしゃれの 3DS みたいな、それをめっちゃやってたの。めちゃくちゃやってて、やり倒してて、でそういう時期もあって、結構小学生らしいことしてたんだけど、今の小学生はもうスマホ持ち始めて、もう学校でもスマホ言ってるらしいよね。で普通に学校の授業もデジタルが主流みたいになってるらしくて、みたいな。子供の頃はさ、大人ぶりたいけど、でも子供の頃の遊びって絶対子供の頃しかできないじゃん。もう大人になったらいくらでもタバコも吸えるしお酒も飲めるけど、そのちっちゃい時のなんかサッカーみたいな、サッカー一緒にやろうみたいなのとか、スマホで YouTube 見るんじゃなくて、なんか外でみんなで遊びに行ったりとか、集団行動みたいなのも大人になったらどんどん減っていくし、そういうのを経験できといてよかったなって思う。別にしなくてもいいと思うけど、したらしたら結構楽しいと思うから、子供の頃に子供の遊びをするっていうのは結構大人になってよかったな。大人っていうか成長した今振り返るとよかったなって思うから、無駄に大人になりすぎず、その年なりの遊び方をするのが結構楽しいなと思った。できんのもんどうせ。しかも大人になったら大人になったで、いろんなしがらみとかもあると思うし、それはそれで大変だと思うから、その時はその時なりの楽しいことをやりたいなって思う。どういう話？ちょっと本当に着地点わからないです。はい。で、目を上げます。同年代で思い出したんだけど、なんか私最近っていうか、最近でね、同年代のなんか検索したり、この人いいなとか、例えば音楽とかでこの人いいなって思ったりとか、モデルの子とか女優の子とか、女優はあんまり分かんないけど、とりあえず有名人の方とかいろんな人見てかっこいいとか思って検索したりすると、自分と同い年か年下ってことがすごい増えて、私そんなこともなかったのね。なんか私のイメージはウォニョンちゃんわかるでしょ？ウォニョンちゃん多分同じ年なんだけど、で K-POP のオーディション番組で1位になった時になんか最年少センターみたいな言われてて、その時多分15歳ぐらいなのね。私のもう記憶はもうそういうこと止まってるの。私が年下みたいな、私の年齢が一番年下みたいな、芦田愛菜ちゃんとかもいるじゃん、とかも同年代なんだけど、そう同年代じゃん。だけど子役の子とかもどんどん女優とかになっていくし、この前びっくりしたのが、なんかヒップホップ聴いててめっちゃいい曲だなと思って調べたの。そしたら17歳みたいな、17歳のトラックメーカーみたいな書かれてて、みたいな、私より年下でこんなに素敵な曲作ってる人いるのみたいな。なんか年下とかさ、年のことをさ気にしてたらさ、話にならないと思うんだけど、でもちょっとさ、自分と同い年くらいですごい頑張ってる人とか見るとすごいなんかビビらない？なんか全然さ、私とは土俵が違うっていうか、違うところで活動してる人だし、ちょっとその方を比べたからってどうにもなんないし、なんていうの、その別の人っていうことなんだけど、でもなんか同年代って聞いただけですごいライバル視とはちょっと違うかもしれないけど、なんか同年代の人がどんどん活躍してることに対しての焦りとか不安とか、なんか私もっとやんなきゃみたいな気持ちにさせられることがすごい増えて、私の年齢ってすごい若いと思ってたんだけど、全然そうでもないなって思った。そう思わない？なんか成長するにつれてこれは誰しもが感じることだと思うんだけど、どう思う？なんか同い年の人が増えていくってちょっとビビらない？なんか私まだ普通に家になんか全然自立とかしてないのに、その人は結構もう頑張って、もうすごいスターに駆け上がって、私もさやんなきゃいけないのにとか思っちゃう。焦っちゃう。焦んない方がいいのは分かってるんだけど、しかも他人と比べて別にいいことって全然ないと思うけど、でもそのなんか同い年の人が頑張ってるの見るとすごい焦るけど、でも嬉しい。
なんか同年代ってさ、やっぱわかる、なんかすごいモチベーションになる。同い年くらいの人が頑張ってるの見るとすごい嬉しいなって、いいなって思うし、どんどん若い人たちが社会で活動してるの見るのすごい嬉しいし、インスピレーションになるし、私もそのインスピレーションをみんなにあげたいから、みんな頑張ろう。私の影響で何か活動を始めてくれる子がいたら本当にもうマジで私がやりたいことそれだから本当に嬉しいし、マジで頑張ろうと思うし、仲間欲しい。私マジで友達とか全然作ってなくてさ、活動始めてなんか人と知り合いたいとか思うんだけど、なんかその知り合うことをしてないっていうか、知り合うムーブしてない、なんて言えばいいの、なんか友達増やそうみたいな、なんかいろんな人と仲良くなろうみたいなことを全然してなくて、なんかちょっと友達欲しいなって思うから、なんか友達欲しいです友達欲しいな。たまにさ、そのなんか人がいっぱいいるところにいるとさ、自分の知らない人といっぱい話すじゃん。でなんかこういう人なんだみたいな、この人はこういうことやってなんかこういう喋り方でみたいな、すごい知れるじゃん。なんか知らない人と話すのもすごい楽しいなって最近思って、なんかそういうことしたい。なんかいろんな人と知り合ってみたいって思う。なんか私、さっきも言ったけど、まだ若いと思うの、19だから、若いと思うから、なんかもう30代くらい落ち着いてたいの私。わかる？ 20 代でもめちゃくちゃ頑張ってバリ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 仕事して、30代でも落ち着きモードみたいな、結婚みたいな。結婚願望あるかって言われたら別にわかんない、その実感がないけど、私の周りで結婚してる人も全然いないし、てか普通にゼロだし、だから結婚って言われたらわかんないけど、でも落ち着いてたいなって思うし、結婚できればいいなと思う。やっぱさ、20代のエナジー、10代20代のエナジーって30代とは比にならないと思うっていうか、若い時のエネルギーすごいじゃん。わかる？だからこのさ、エネルギーをもう本当に早く使いたいというか、使ってるんだけど、活動してる中で使ってるけど、でももっともっと全然限界じゃないっていうか、本当にぐうたらしてる時全然あるし、もっともっとなんかいろいろやりたいなって思うって感じで、結構完成。リップ塗ってなかった。今回全然メイク紹介してない、ごめんね。何しようかな。ラメだけつけたい。てか本当にこれいいよ、マジで使ってほしい。カラーグラムこれさ、でも手のひらサイズなの。手のひらサイズだし、このさピンクとかさ一生使うって感じでもないからさ、この量で本当に十分って感じで、めちゃくちゃいいからみんな買ってね。そういえばさ、 X でさ、目の周りにラメつける人はマジ時代遅れみたいなポスト見たんだけど、勝手にさせろって感じで、目の周りにラメつけたら本当に可愛いからみんなやった方がいい。遠くから見ても可愛いしな。だから気にしない。パーソナルカラーとかも一応本当に見てない、マジで。自分のやりたいようにやりますって感じで。ちょっと参考にするくらいかな。アイラインした。そういえばさ、韓国の購入品紹介してくださいって言われてるとか言っていただく？ちょっと敬語本当に終わってるなね、お声をいただくんですが、全然買ってないんです。本当にお洋服は買ったけど、なんていうの、この前は本当にめちゃくちゃ安い服をめっちゃ買って容量オーバーみたいな感じで化粧品とかもいっぱい買ってたんだけど、今回本当に買ってなくてね、なんかもうみんなに紹介できるほど買ってないから、本当に需要あるのみたいな感じでちょっと検討してる、やるかを。でも韓国についての動画は載せようと思ってるから、みんな見てね。なんか今日眉毛の調子めちゃくちゃいいんだけど、すっごい綺麗じゃない？わかる？なんかここ傷ついちゃった。はい、いい感じで、リップはね買ったの。私普段リップ本当に買わなくて、もう一つのリップ一生使うみたいな感じなんだけど、結局一緒じゃんみたいな感じでいつも同じやつ使ってんだけど、これは可愛くて買った。これペリペラですね。これもペリペラなんだけど、ペリペラの本当に読めないマットリップで6番ってやつ。これがね本当に可愛くって、
マットなんだけど、このリップつけただけでね、なんかクール色消します。のせるよ。わかるこの可愛さ。画面越しだと本当に伝わらない。これさ、ちょっと紫ピンクっぽい色買ったことなくてさ、いつも赤とか結構パキッとした色買ってたんだけど、こういうムーブなんでモーブみたいな、ちょっとわかんない、何言ってるかわかんないけどこういう色を買ったことがなくって、ピンク、結構青みピンクみたいな感じ。チークは青みピンク使ってることが多いんだけど、マジで可愛い。わかるこの可愛さ。本当に分かってほしい。めちゃくちゃグロス塗りたい。ちょっと一瞬。あ、でもいいかも。ちょっと乾燥嫌だから。ロマンドのリップバームつける。このぐらいでいいんですね。はい。かわいい。かわいいかわいいかわいい。オッケー、終わり。ライティングが終わってて、全然可愛さが伝わらないんだけど、結構いい感じにできた。また、なんか、本当話したいことあったんだけど忘れちゃった。今から髪をセットする。そういえば、この服さ、いただいたんだけど、マーディのやつね。この服、生地がめっちゃ硬すぎて。なんか普通にさ、私トレーナーさ、テラトラだと思ってたっていうか、ほんと失礼。本当にごめんなさいなんだけど、これ人気じゃん。韓国行った時めっちゃ見たんだけど、人気で可愛いと思ってたけど、でもみんな着てるなくらいの感じだったんだけど、でもいただいて着たらめっちゃ生地硬くてびっくりした。本当にしっかりしてる。コットン100って感じ。